黒木さん、こんにちは。あ、こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はこちらです。何ですか。これね、皆さんがいつもよく食卓に出てくるであろうと思いますけど、玉ねぎの皮です。おー、はい。玉ねぎの食べるところはね、白い玉ねぎはねありますけど、まず最初にこういう皮むきますよね。はいはい。これを染めてみたいと思います。それで染まるんですか。染まります。もうとてもいい染料ですので。で、一度にたくさんねたまらないじゃないですか。はいはい、だからお家でちょこちょこ食べながら、はい、捨てずに、はいはい、っていうのでこちらでやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。玉ねぎのね皮収穫されて、スーパーとかで買ってきますよね。で、あんまり土がついてなかったりすると思うんですけれども、もし土がついてたりお家で採れた玉ねぎとかだったら、やっぱり若干ちょっと土とかがついてたら洗います。はい。もうざっと水をくぐらせるぐらいでいいと思いますので、こういうちょっとね茶色くなったり土がついてたりとか、あんまりこう頑張って洗おうとすると壊れやすいので、お水が溜まってこうすすぐぐらいでいいと思います。はい。この玉ねぎは小林のね有機野菜、有機農法されてる方の玉ねぎ畑の皮をいただいてきました。近くにずっと習いに来てくださってた方が住んでらっしゃいまして、でその方がそういうことをお友達で皮は取っといてくださいって声かけてくださってるんですよ。ありがたいことに。でその皮がこうやってしてたまるといただいたり、だからもしねお近くで作ってらっしゃるとか、あと販売してらっしゃるところにお声かけされると意外と手に入りやすいかもしれないですね。もし捨てられるんでしたらね、もったいないので、こんな感じでこう水をほらくぐらせてあげますよね。それで十分きれいに洗いますので、はい。でこれを使います。今日は、染めるものがこちらのガーゼのタオルを染めようと思ってます。これも手作りなんですけど、医療用のお手当のガーゼが3枚重なってまして、でそれと裏に神戸ガーゼって薄手のガーゼが1枚だからこんな薄いんですけど4枚重なってます。これものすごく汗をよく吸い取って汗戻りしないので、今日はこれを染めたいと思いますので、お鍋に1個で十分染まります。でこちらの入る分ですねのお鍋とだいたい6分目ぐらい今水を入れました。でそこに玉ねぎの皮、これももう適量なんですけれども、玉ねぎの皮はねよく染液が出ますので、一応集まったほど染められる時は小さなねタオルとかストールとかから始められると十分染まると思います。こういっぱい集めるの大変ですので、はい。でもねなんか集まると嬉しいですけどね。はい。でこちらを火にかけますね。よいしょ。はい、これで、中火ぐらいですね。中火にかけます。でここでお塩をちょっと入れましょうか。お塩一つまみ入れました。はい。で混ぜますね。暑くなってきたのでね、火のそばは多分大変かもしれませんけど、世の中のお母さんたちはね暑くてもこうお家のねご飯作ったりするじゃないですか。なのではい
そんな中でもちょっとこう楽しみながらできるようなこともね、お料理ももちろん楽しいですけど、ちょっとこうねできると。でしかもこの玉ねぎのこういう皮のスープ、後でちょっと飲んでみましょう。はい、とっても栄養価が高くて、淡路島とか結構玉ねぎの産地ですよね。はい、ああいうとことかもね、この皮だけのスープも売ってます。でこういう暑い夏とかって結構汗をかきますけど、内部の方は冷えとか、意外とこう内臓系が冷えたりとか、末端がね、表面的にはこう熱いですけど、そういうのを整えたりとか温めたりっていう効果もあるみたいですので、ちょっと試しに飲んでみましょうか。料理の一品として、玉ねぎの皮のスープがあるってことですか？玉ねぎの皮のスープがあります。通常玉ねぎスープって言ったら身の方のスープがありますよね。コンソメスープとか。そうですよね。そうですよね。本当はこういう玉ねぎの皮っていうところのスープが何よりも高級っていうか、なんていうかな、貴重。ただ量が集まらないのもあるかもしれない。なるほど。あとやっぱり皮って捨てられたり、そういうものね、って思われてますので、なかなか定着しなかったりっていうのはあるのかもしれないですけれども、でももし一回試して。楽しみです。楽しみ。いろんなもの飲まされて飲まされますけど、はい。これももう玉ねぎの皮ってね、意外とほら薄いじゃないですか。だからあんまり強火でゴトゴトするとドロンってなってしまうんですよ。なので今中火ぐらいで温度を上げてます。だからこう様子見ながら、はい、沸騰直前ぐらいで止めていただいていいと思うんですけれども、今ね20分ぐらい経ちました。まだ沸騰とかじゃないけど、じわーっと温度が上がってきて、色もすごくいいこの飴色が出てますので、こんな感じでね今こう玉ねぎがじわっと温まってきて、ちょうど20分ぐらい経ちました。沸騰はしてないんですけど、このぐらいで結構鮮液の色が赤っぽく出てますよね。色味が出てますね。この時点で一旦こします。なぜかというとですね、玉ねぎの皮って2回3回出るんですよ。でまだほら元気じゃないですか。なのでまだ意外とパリッとしてますね。意外としてますでしょ。まだ他もね意外とドロッとはしてないですよね。この時点で1回こすとまだ使えるので、早めに揚げます。1回目。ちょっとしたあれですけどね、はい、せっかくなのでもったいないですから。じゃあこれを一旦火を止めてこします。今日2回3回使いたいのでこしていきますね。はい、敷布を敷いて、もう熱くても大丈夫な手袋履きます。よいしょ。いきますね。もうこのままこしていきます。綺麗。残った皮ももう一回入れます。よいしょ。使えますのでね。よいしょ。はい。でここにまた水を入れて、すごいですよ。そうね、皮からね2回3回取れるってね。で繊維がたくさん取れるってこと？たくさん取れます。なのでタオル以外のものとかも残った液で染められますので、1回目よりも水の量をちょっと抑えます。たくさん出したいと思うんですけど、1回目に結構力出してますので、2回目ちょっと半分ぐらいにしました。よいしょ。そし
で、出てくれたらね嬉しいですよね。火をつけます。でもこの暑さのこの汗もだんだんなんか気持ちよくなりますよね。汗をかき始めの時期に、汗をかかないようにするよりは、ちょっとずつかいた方がいいですよね。やっぱ汗ってすごくね大事ですもんね。だからクーラーとかももちろんね今調整したり体調の調整しますけど、この季節の変わり目、特に6月はもう大払えって言って1年の中の半分ちょうど夏至が過ぎて1年の上半期の大払えの時期が来ますよね。ちょうどこの夏至終わった後から、これまでの疲れとかいろんなものを払いに神社とか行きますよね。でそれもあっていろんな意味でやっぱり汗を出すっていうのはとても大事だと思いますので、いろんなよもぎとかいろんな今までねやってたのとかもお風呂に入れたりとか、染めた後のでもいいですので、やっぱり体の今まで頑張ってきたっていうものをなんだろう、感謝とともに流してあげるっていうのを一旦してクリアにして、大払い6月30日ですよね。で7月を迎える今度上半期の後の下半期のスタートっていう形で草木たちと一緒に、そんなのもしてみると面白いかもしれない。はい。なんでもう今あちこち血の輪くぐりとかね神社ってありますよね。あんな感じでもう半分があっという間にあっという間ですよね。草木の成長をねあちこち自分たちの周りの草木の成長をちょっと見るなんていうのかな時期ですかね。こういう雨が降ったりとか、草木たち雨が嬉しいですしね。そうですよね。恵みの雨ですよね。ですよね。いや小さい時って結構でんでん虫の絵とか描きませんでした？昨日も結構子供たちがでんでん虫見せてくれたりして、もうすごいほら宝物になるじゃないですか。でなめくじとかも持ってきてくれて、お家がなくなっちゃったのかなとかってでしてたんですけど、大人になるとみんなほら花を食べるとか葉っぱを食べるからってすごい敵視されるじゃないですか。あれなんでしょうね、あんなに可愛く絵本に出てくるのになんででんでん虫って言うんですか？カタツムリでしょ？でんでんむしむしカタツムリっていう歌からどうなんでしょうね。ちょっと知りたいですけど、でんでんってね、さっきねちょっとご質問っていうわけじゃないですけど、アクって何ですかみたいな。でお料理とかでもアクが出てくると取り除くじゃないですか。アクを取った方が美味しくなるというか、洗練されてるようなね。なので肉じゃがとかでもいろいろ野菜のアク、あとお肉のアクとか取りますよね。でそれと一緒で草木染めとかも最初の第1回目の染液はアクが出るので、1回目は捨てられて2回目からを本番で使われる方も結構いらっしゃいます。なるほど。はい。その方がより洗練されてて、で私もそういうやり方をすることもあります。山桜だったりとか、あと1回目のこの雑味が取れてより鮮明な色が出てきたりしますので、だから意外と手間がかかるのでそれはお家でねどちらでも大丈夫なんですけど、そのアクが入っててダメなわけではないです。ダメなわけではない。ただ色の違いは実はあって、味の違いがあるように。あるように。なのでちょっとまたお時間あったら試してみてもいいかもしれない。なので1回目は染液、こしましたよね。で今2回目の染液をゆっくり出しているこれをちょっと飲んでみたいと思います。
アクってえぐみなんですか？えぐみみたいなですよね。ですかね。なので、まあどんなものでも人間でもなんかアクってあるじゃないですか。アクが強いとか言われたりないですか？私ありますよね。まあみんな持ってます。だからそれがあってもいいしなくてもいいし、まあそれははい、それぞれの良さでもありなので、私はあんまりこの草木染めでは茹でこぼしたりはあんまりしないんですけど、まあその貴重なものとかの時はちょっとその一手間したりはしますけど、あんまり手に入らないね、桜とか枝とかで、野草たちはもう本当にアクも含めてすごいエネルギーっていうかな、そういうパワーにあふれてますので、それも一緒にいただくって感じでもう全部全て使わせていただいてます。今ちょうどね沸騰し始めたので、今ちょうど20分ぐらいなんですけど、一旦止めました。1回目の染液と同じぐらい濃い液が出てます。でこれをちょっと試飲してみたいと思います。玉ねぎのねちっちゃな粉とかも食べても大丈夫ですので、玉ねぎですね。もちろん野草も全てそうです。入っても大丈夫。こんな感じですね。こんな感じの飴色みたいなね、優しい色が出てます。でこれ2番目なんですけど、玉ねぎの香りが、でも玉ねぎのいつもいただいてる食べてる玉ねぎよりも皮なのでより濃いっていうか、それを包んでますので、これ熱い熱いんですけどね。夫婦して飲んでください。体に良さそうな味ですね。なんか喉に良さそうなイメージ。甘みが若干やっぱりね皮なんで、あと2回目のなので、そういう渋みとかえぐみとかは多分なくなってますね。なのでとっても飲みやすいですし、で本当に元気が出そうな、味がしてますので、ちょっとこう若干取っといて栄養ドリンクとしてもいいかもしれないです。まあ多分ね調べていただくといろんな栄養が出てますので、玉ねぎの皮で調べてみてね。美味しい。止まらなくなるんですね。でこう暑いじゃないですか今。暑いけど暑い時にこう暑いのってなんかこうなんて言うんだろう、すごい気持ちいい、なんて言うんですか、暑い時冷たいの飲みたくなってついそっちに手を出しがちですけど、あえて熱いの飲むとなんて言うんですかね、外気と合うのかな、なんかすごいなんかホッとしますね。あったかいのはおすすめです。この時期ついつい冷たいのに走りがちですけど、お腹壊したりとかないですか？ついね、私もありますけど、冷たいの取りすぎてね、ついねバランス取ってるんだとは思うんですけど、あえてそこをちょっとあったかいものを入れ込むっていうのも、やってみると意外ともうほっとして、なんか夏を迎えることもなんか嬉しくなる嬉しいというか、暑さが来ても大丈夫っていうなんかちょっと気持ちになりますね。私農家のおじいちゃんから聞いたのは、暑い時に熱いお茶を飲めと。熱いお茶を飲むと喉の渇きが取れる。そういうことですね。冷たいのを飲むと美味しいのはここだけだと。なるほど、ここで。だから体全体がなんかねスーッとするんですよ。
そういうことですね。そういうことだと思います。だから初期払いって言いますよね。で多分熱いお茶飲むことだったのかも。だから昔の人たちはね全部熱いお茶、ですよね。夏も冬も。今思うとそういう生活の知恵ですね。体をちゃんと作るためにも、お塩一つまみ入れて飲むと本当にまたさらにねスープっていうかなりますので、ちょっとお塩を入れてこれもちょっと味を見ていただきたいと思います。一つまみちょっと入れますね。でちょっと混ぜます。これちょっと染めのですけど、お塩ね一つまみ入れることですごくスープに近づいて、スープ自体も入れますよね。お塩で塩加減して、より飲みやすくなりますし、ね、塩のミネラルも取れますので、これとってもさらにおすすめです。夏の飲み物。夏の飲み物。じゃあ玉ねぎ染めは、もうこの暑い時期にやるべきだったりして、確かにあるかもしれない。ただ玉ねぎの玉、収穫時期って秋口ぐらいですか。でその皮を使うとかっていうと、ある意味こう守るっていうかのいうのもあるので、秋冬の冷え予防とかにも玉ねぎ染め。でも一年中玉ねぎって和製とかもありますよね。多分一般家庭の中で一番使うお野菜が玉ねぎだと思うんですよね。ですよね。いろんなお料理に使えますよね。ということは一年中多分必要な。なるほど。食べてもいいし染めてもいいし、まずは皮が溜まった時期が一番いい時期という。でも黒木さんの染めの世界は、染めだけじゃなくて、このちょっと一息のお茶タイムがめちゃめちゃ贅沢ですよね。でもこれ本当に贅沢ですよね。自分でね煎じながらもう出来たてを飲めて、もうこれ皆さんぜひやっていただきたいです。もうこんなねなんか新鮮でというかね、自分で取ってねちょっといただいて、で体も嬉しいですし、だから元気なんだ。だってヘトヘトですけど。じゃあこれねいただきました。じゃあこしていきましょうかね。はい。